2トン500の力出るんですけども、2トンまで出るんですか。これは一体何ですか。800パイから1700パイまでいけるような、また今その作業でお困りの方はご検討いただけたらと思います。お疲れ様です。今回はイクラス駅さんにお邪魔させてもらいます。こうバーって見てもやっぱり単線周りから使用する機会が多いので、ちょっと今回もおすすめの商品聞きながらどういう風に使うのかちょっとお伺いしていきたいと思います。いくら正規です。お世話になります。今回の弊社の一押し商品っていうのをご紹介を、また皆様ご存知ない商品なんかもご説明させていただきたいと思います。お願いします。お願いします。さっきちょっと結構、はい。これケーブルウインチ完成引きで皆様使われたことはあると思うんですけれども、皆さん大体これで2トン500の力出るんですけれども、2トンまで出るんですか。これで2トンまで出るようになってます。で、皆さん物は大体知ってることは多いかと思うんですけども、実はウインチもやっぱりテーマ引き込んだりとか危険性もやっぱありますんで、オプションとして弊社で安全としてケーブルウインチのシッテ保持装置っていうものがありまして、はい、ロープをこっち沖に引っ張っていくわけなんですけれども、はい、万が一滑らしたりとかしたらロープが逆走するっていうことがありますんで、こちらシメラーみたいな感じで構造で引っ張るときは別にフリーなんですけれども、万が一戻ろうとするときはこれでかかってくるので、パッとそこで止まってくれるので非常に安全に作業ができるようになっております。これは本体に組み込む形。後付けでできるようになってますので、はい、ここを回してもらったらここでパンとフォークレースで取れるようになってます。なんで今持ってるウインチに後付けできますので、安全ちょっと気にされる方はぜひぜひこちらもご検討いただけたらと思います。ウインチ自体もちょっとこちらを先に言うと昔ながらのアナログなパネルっていうのもありますし、ここ最近ですけれども、そのデジタル版もちょっとディスプレイを液晶ディスプレイに変更しまして、今このような感じのが、はい、さっきのこっちの方についてますんで、これサンプルな展示会のディスプレイになっております。でこちらで張力の設定ができたりですね、はい、張力の設定をして、これちょっとサンプルで動かしますけれども、実際に作業するとこう張力がどんぐらいかかってるで、指定した張力を超えると張力オーバーで止まるようになってます。なんでケーブルとかそういうのに過剰な負荷をかけないようにっていう保護機能が出ております。で本体現場外でやるとき中でやるときで画面が見づらいパターンもありますんで、そういう場合はモードを明るく、夜だと白色って感じです。そうです。野外モード、暗いモードって分けれるようになってます。はい、さらに今これ来てる電圧も分かりますんで、現場どうしても100ボルト離れてるところもあると思うんで、場合によっては電圧効果って起きることもあるんですけど、その時もエラーが出ますんで、その時で作業環境を変えてもらうこともできます。結構野外で引っ張る時にドラムつないだりして電圧効果してた時があったりするんで、これあると一目で分かって便利ですね。そしたらもう電源環境を変えるっていう形が必要、こういった保護機能も安全性も兼ねたウインチになってますんで、はい、昔からある商品も進化してますので、改めてのちょっとご紹介になってます。はい、ありがとうございます。次パワーボール、こちらも最近皆様いろいろお使いいただいているんですけれども、はい、それもいろいろアタッチメントが出ておりまして、パワーボール本体にラックに据えると取り付け台っていうのもあります。ラックの上に親桁に取り付けるって感じで、でこれパワーボールも小桁とかに直接置いてしまうともう幅を大半取ってしまうので、そうですね、その後にどんどん増えてくるときに大変なんですよね。ですけどこれは横側こう見てもらうと浮いてますんで、線引き終わりましたら奥へそうです、それを持ち上げてもうしまっていけますんで、もう決めていけますもんね。そうです。だからこの幅これだけでも使えるようになってますんで、かなり使いやすいような。干渉してるのはこの1本だけなんで、ほぼほぼフルでラックの幅使えるってことです。もう使えるようになってます。でもってこの台自体にもうタップ切ってますんで、パワーボールのピッチごとになんで取り付けは簡単に4区でも2区でもってことですか。肉用のものになってます。そうです。肉は肉用であるんです。ちょっと4区用はまだないです。台以外にも併用で後付け用としてこのパワーボールの4面アタッチメントですね。これは絶対いりますもんね。このラック台と併用はできないんですけれども、こうセットすることによって、実際はベースと取り付けに合わせてやるんですけれども、ここのベースとこの取り付けピッチとここをはめる感じですけど、パワーボール本体にこれを組み込む取り付ける形ですね。そうすることによって一発目にパワーボール通すときに浮き上がらないようにできるという。そうです。特に縦とかやと結構溢れてきちゃうんで、そういった縦の時なんかには2つ用意していただいて抑えるっていう目的の。だからちょっとこの高さがあってもパワーボール専用のそうですね、構造にできるようになってますね。構造になってるんです。高さも
簡単に調整が。すごい。だからもう細いものになるともうこうやって簡単に。これはでもセットで買った方がいいですね。そうですね、セットで買われる方は非常に多いですね。もう本当にすでに持ってる方も後付けでできますんで、こういったパワーボールのオプションっていうのもいろいろまだまだうちで取り揃えてますので、ぜひぜひ持っている方、これから検討される方は弊社のこのパワーボールを利用していただければと思います。通常のとバリエーションのこのタイプ僕初めて見たんですけど、タイヤみたいな。そうですね、こっちも同じくパワーボールでして、この背の低いタイプ、この狭いこのラックの多段ラックの中でもこうやって入れられるっていうものになってます。ああ、そういうことか。この手前に引き出すのはあれです、見本用のこのスライドなんで、無視してもらったらいいんですけど。150ぐらいですか。そうです、158ですね。158で160ぐらいのスパンでいけますね。実際入れたらこんな感じになりますね。こんな狭いところで使えるパワーボールになってます。そうです。こっちだと高さがあるんで、この2段組とかのラックの中には入れれるのはちょっと難しいですもんね。そうですね。で、違いとして力自体は両方とも200キロ出るようになってます。違いとしては仕上がり外形できるケーブルの太さですね。こっちの丸玉の方ですと仕上がり外形が100パイ325までいける。こっちにちっちゃいのは65パイまでですね。250までっていうことです。それでも十分ですね。はい、であと本体ちょっと軽く作ってますんで、それで軽い方がいい方、やっぱベーシックにいろいろやりたい方っていうことでお好みで選んでいただいております。ちっちゃい方もいいですね。ちっちゃい方でほぼほぼ250までやったら賄えそうな気も。もう全然賄えますんで、はい、325はね、なかなか引っ張れへん。最近ちょっと250が増えてきてますね、工事では。250ダブルとか、やっぱり太いんで。やったらっていうところがありますので。そうですね。はい、ありがとうございます。あまりよそにないもので、こちらのこの長い商品なんですけれども、これは一体何ですか？すごく気になってたんですけど。ケーブルドラム管線引き出していたら結構回ってきちゃって、ケーブルがたわんだりとか。勢いでちょっと怖いなという時、皆さんちょっと場合によっては手で止めるとか木材持ってるとドラムの端にねつばに当てたりってあると思うんですけど、でかいドラムとか、鉄ドラムとか木のドラムとか怖いじゃないですか。危ないです。これね、手袋とかしてたらこう引っかかってそのまま巻き込まれる可能性もありますので、非常にそういう危険性がありますので、こちらですとこれ繊維のゴムベルトになってますんで、非常に耐久性があるものなので、鉄でもささくれたドラムでも大丈夫なようになってます。使い方としてはこちらこれでペダル踏むとこっちが上がってくるってことですね。上がってくるということですね。ドラムサイズによってこの上がりしろとかこの長さっていうのは調整ができるようになってます。ここのボルトとかを緩めたらもっと長く延長ができて、結構でかいドラムでもいけるんですかね。今これ小さい状態にしてるんで、800パイから1700パイまでいけるようになってるんですけれども、1700って大概ですもんね。そうです。伸ばしたらさらに2800のドラムまでいけますね。2800はさすがに使ったことないですけど、もうブレーキができるということです。そうですね。完全に止めるという回転を抑えるっていうところですね。回転を抑えることによってケーブルがたまらずにいけますんで、結構ね回してたらね、やっぱりドラムの方が速くてちょっとずつこう膨れてくるんですよね。で間に入って出なくなったりするんで、ブレーキ機能はあったら助かりますね。そしたら均一にスムーズにより管線の引きができるようになってます。操作もペダルで踏むのもできますし、もしくは単管パイプどこでも入手できるやつをここに挿してもらって、任意の長さで手でレバーでも操作できるようになっております。こちらの片側一つでブレーキがかけるで問題ないようになってます。2個セットじゃなくて一つで大丈夫。一つで大丈夫になってますね。2つになるとやっぱ2人いて操作が非常に大変になってますので、こういった非常に便利な安全性もあるものになってますので、ぜひぜひこれもまた今その作業でお困りの方はご検討いただけたらと思います。ケーブルの落とし込み装置っていう形でして、万が一これいきなりズドンと勢いよく落ちるってことは絶対ないようになってます。弊社でウェッジグリップっていう商品なんですけど、それはちょっと今回改良版コロとかキー駐車とか、ウインチからネジ切りからアングルパンチャー、とりあえず面白くしたいです。電気屋を